こんばんは、ゆうかです。今日は外が36度もあったみたいで、こういう時に家でできる趣味を持ててよかったなと思います。朝走ってる段階で32度ありましたからね。クーラーが効いてる部屋に限る。さて、今回の動画ですが、前回本体まで作ったフルメカニクスエアリアルのウェポンパーツを作って、ハイグレードエアリアルとフルメカニクスエアリアルどちらも墨入れをしてからポージングをつけて、可動域やディティールどんな風に見え方が変わってくるか比べていきたいと思います。この髪なんなの、めっちゃ気になるんだが。前回の動画の比較では圧倒的にフルメカニクスが人気かと思いきや、意外にもハイグレードのエアリアルの方が好きって方も結構いたので、人それぞれ好みがありますが、最終的にどっちの方が好みなのか見ていただければいいなと思います。それでは本編をご覧ください。それではウェポンパーツを作っていきます。ここから上がシールドのパーツ、全部で33パーツ。こちらがビームライフルのパーツ、全部で4つ。こちらがビームサーベルのビーム部分になります。編集してる今思うんですが、シールドに33パーツって結構なボリュームですよね。これ1つ作るのに5パーツもかかりました。さすが100分の1スケール。パーツが細かいです。武器にも防具にもなるこの部分好きなので、細かい造形大歓迎です。対してビームライフルは左右組み合わせるだけでボリュームの差がすごすぎます。一色だけだからかな。はい、ビームライフルとシールドができました。シールド正面から見るとこんな感じ、後ろはこんな風になっています。ここが動かすことができます。付け根がこんな風になっていて、スライドさせることが可能です。ここの土台にはめ込んでるだけなので、それぞれを外してガンビットとして飾ることもできます。その場合には別売りのウェポンディスプレイベースが必要なようです。作りが細かくてすごいかっこいいんですけど、作りが細かい分こう戻す時にちょっと怖いって当たっちゃってうまくはまらないということが欠点かなと思います。ハイグレードのシールドと比較するとこんな感じ。パッと見だとこの黄色の部分の情報量が一番違うかなという感じです。ハイグレードだとこの部分白いところシールなんですけれども、フルメカニクスはちゃんと色分けされています。パッと見シールってわかんないから、これはこれですごいですよね。このシールドのここの部分を外してライフルにつけることができます。ビームのパーツに変えるとすっごく長いです。わかりやすいサイズ感で言うとお箸がちょうどこんな長さかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。全部組み立て終わりましたので、ここから墨入れをしていきたいと思います。今回使っていくのはタミヤの墨入れ塗料。白いところにはダークグレイ、他のところはブラックで塗ってみようかなと思います。この塗料はエナメル塗料になるので、パーツの負荷がかかっている部分では割れる可能性があります。自己責任で使いましょう。蓋に細い筆がついていて使いやすいので私は愛用しています。この細さがすごくちょうどいいんですよね。ちょんと触れるだけでスーッと流れます。濃度調整の必要がないのもズボラな私にはぴったりです。パーツへの負荷をかけたくないという方はリアルタッチマーカーがおすすめだそうですよ。さて、墨入れは作業時間の割に見どころもないので早送りしつつ、今度墨入れに関する皆さんのアドバイスやアイデアを動画にしたいなと思っています。おすすめの方法や塗料や一風変わったアイデアなどありましたら、ぜひ本動画のコメント欄に投稿をお願いいたします。実践してどんな感じかお伝えできたらいいなと思っています。動画制作にご協力何卒よろしくお願いいたします。さて、あらかた墨入れが終わったらはみ出た部分をエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取って完成です。綿
ちゃ時間かかりました。見てこのデカデカな顔。2体とも墨入れできたので比較していってみましょう。シールドを装備して直立させてみました。フルメカニクスもしっかり自立できます。遠目だとグレーの墨入れ塗料が光で飛んでよくわからないですね。遠近法で同じぐらいのサイズに並べてみましたが、こうして見ると墨入れした違いが伝わるでしょうか。肉眼では墨入れをしたおかげでフルメカニクスの情報量の多さがよくわかります。ビームサーベルを持たせてみました。遠目だとそんなに差は感じないと思いますが、ポーズをつけて分かったのが足の可動域の違いです。フルメカの方は腰と太ももにひねりをつけても自立できるのに対し、ハイグレードではこれ以上ひねると股関節が抜けてしまいます。フルメカの方が太ももが正面を向いているのがわかると思います。足先も同様で、ハイグレードは内股気味になってしまいました。片足の向きが異なるだけで随分印象が変わってきます。次にビームライフルを持たせてみたのですが、あまりにもかっこよかったので、まずはフルメカのソロをご覧ください。何このイケメン、すごいかっこいい。私のハートを打ち抜きに来たのね。ああ、もう好き。すみません、取り乱しました。ちゃんと比較します。このポーズも映像だとさほど差が見えないかもしれません。しかし肉眼ではしっかり差がありました。このちらっと脇から見えるパーツや肘関節、細かいモールドでメカニック感がすごいフルメカに対し、ハイグレードは情報量が少ないので平面的に感じられます。肩、肘ともにハイグレードの方が可動域が狭いので、どうしてもポーズが硬く見えます。フルメカはマスターグレードのようなポロリ現象はなく、柔軟なポーズをつけることが可能でした。シールドをばらして装備してアクションベースに乗せてみました。サムネ用に左右対称なポーズにしています。このポーズはかなり違いがありました。フルメカは首と腰をここまで反ることができるのですが、ハイグレードはここが限界でした。上を向いているようなフルメカと下を向いているようなハイグレード、かなり印象が異なります。そして膝の部分、ハイグレードはばっかり割れてしまっているのに対して、フルメカは曲げてもしっかりお皿が乗っています。腕も不自然なポーズになっているハイグレードに対して、フルメカは人間が腕を伸ばした時のような動きをつけることができました。せっかくなのでフルメカをターンテーブルに乗せてみました。私はポージング下手なのでこの程度ですが、上手い人ならもっと人体と同じようなポーズにできると思います。最後に座りポーズを比べるでござる。横から見るとこんな感じ。フルメカは足先を曲げることができますが、ハイグレードはそれができません。そしてやっぱり膝割れしているのに対してフルメカはちゃんとお皿が乗っています。人体と同じようなポーズにしたい私としては、フルメカの可動域の広さに大変感動いたしました。ロボなんだから人と同じ動きをできる必要はないし、極論を言えば人型である必要がないので、むしろハイグレードの方がリアルなのかもしれないですね。でも私はフルメカの方が好みでした。皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけで今回はフルメカニクスエアリアルのウェポンパーツを作って、ハイグレードとフルメカニクス両方墨入れをして比較をしてみました。ちゃちゃっと墨入れして終わろうと思ってたんですけど、どうせならかっこよくしたいっていう欲が出て、まさかこんなに時間が経ってるとは。墨入れってすごい時間泥棒ですね。今回の動画は楽しんでいただけましたでしょうか。少しでも皆さんの参考になれれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
皮膚科の薬で今日顔が荒れてしまって赤くっていろいろ塗りたくって隠してはいるんですけれども、体の方と色が違いすぎていたら、そういうことなんだなと思って優しく見守ってください。ちゃんと隠れてましたね。ちなみにここまで真っ赤でした。化粧ってすごい。